電車に乗ってたら知らないおっさんと知らない女性2人の喧嘩に巻き込まれて、気づいたら降りる駅の5つ前の駅のホームに立ち尽くしていた正木千歳です。皆さん今日も一日お疲れ様です。今日は豚肉の塩焼きを作りながらお話しします。よかったらみんなもコーヒーとかハイボールとか好きなもの飲んだり食べたりしながら聞いてください。これ前にも動画で話したことあるんですけど、僕は群馬に住んでて東京の大学に通ってる時期があったり、東京で仕事をしてた時期なんかもあるんですけど、たまたまタイミングが悪くていつもの電車に乗れなかったか何かで、ある日新宿から電車に乗って大宮まで行って乗り換えて久喜ってとこ行ってまた乗り換えてって感じのちょっとめんどくさい乗り換えの日があったんですよ。でまあしょうがねえなと思って乗って運よく端っこに座れたんですけど、すぐ横のドアのところに若い女性が2人立ってて、こっちにもたれかかってる人がロングヘアでさ、2人で喋ってるんだけど電車の揺れもあるし、たまに笑ったりしてるから髪の毛も揺れてさ、僕の顔にねたまにファサって当たるのよ。1回2回だったら気にしなかったんだけど、20秒に1回くらいエンドレスで当たり始めたから、あ、これはダメだと思ってしょうがないから自分がねちょっと体を斜めにして避けたの。首をちょっと傾けてさ、当たらないように。解決じゃん。何も問題はなくなったじゃん。そしたらさ、向かいのドアのとこに立ってたおじさんがちょっと決めーって叫んだのよ。こうばって思いながらチラッと見たら僕の方を指さしてんのね。意味わかんないじゃん。でも目線は僕じゃなくてその女性2人組に向いてたのよ。でさらにそのおっさんは女性たちに近づきながら、この人にね髪の毛が当たってるんだよって言ったの。僕もうって思って、あんた関係ないじゃんって思ったんだけど、女性2人もさ一応それ言われてこっち振り返って、あ、すいませんって謝ってきてさ、こっちも全然みたいになってさ、それで解決かなと思ってたら、おっさんまだぶち切れてて、そんなね人の髪の毛が当たってたら気持ち悪いんだよって言うのよ。いや言ってない、私はそんなこと言ってないよって思ってさ、そしたら女性2人もまあまあ沸点低めで、はぁ、気持ち悪いって何なんですかみたいになって、もうねほんと湘南新宿の乱でバーって喧嘩になってんだけど、これ僕関係ないじゃんね、部外者じゃんもはや。でももういても立ってもいられなくなってさ、ドアが開いた瞬間に行ったこともない南浦和で降りちゃった。そんでやっと来た次の電車に乗ってさ、なんでこんな目にって思いながら揺られてたら、ちょっと君へっておっさんの声が聞こえたの。またって思って声の方を向いたら、携帯を耳元に当ててめっちゃ小声で話してる若い女性に向かっておっさんが叫んでたの。今すぐその電話を切りなさいって。いや絶対おっさんの方が声でっかいのよ。その女性の声なんてさっきも今も一切聞こえてないんだから。でね、僕思いました、その時。ああ、これは若い女だからやられてるんだって。電車のホームとか駅の中とかでさ、女性を標的にしてわざとぶつかる男っていうのが珍しい存在ではないっていうのをどっかで聞いたことある人もいると思うんだけど、あとはさ、ベビーカーをわざと蹴っていく男とか恐ろしいことに珍しくないらしいじゃんね。その類のやつだわこれと思いまして、つまりおっさんたちは若い女をバカにしてて完全に見下してるとか、あるいは抵抗してこない、もし抵抗してされても勝てるとか思ってて、だから自分のストレスのはけ口として若い女性にぶつかったり大声で説教したりするんだろうなと思ったんです。確かに屈強なタトゥー入った全身レザーの身長190センチの男とかにおっさんが説教してるの見たことないですもん。僕はその日以来電車でトラブルっぽいことが起きると必ずチラッと見てるんですけど、若い女性に突っかかってるおっさんってたくさんいるんですよね。一方で若い男に突っかかってるおっさんは見たことがないです。そういうことかこの差別野郎どもって思いましてね。しかも湘南新宿の乱に関しては僕のね、その髪の毛が当たってるという状況をさ利用して、あたかも僕を助ける正義の人みたいな、そんな体でね若い女性に対してさ、ストレスだかなんだか知らないけどぶつけたわけでしょ。ほんと勘弁しろよって感じですよね。でね、そういう味方のふりした敵みたいなのが世の中いっぱいいるよなっていうのが今日のお話なんですけど、例えばさ、榊正文って人がいるんですけど、この人が大阪の淀川区で区長をやってた時に LGBT 支援宣言ってのを淀川区として出したんですね。これは
2013年のことで、当時としてはかなり画期的というか、すげえじゃんみたいな感じだったんですけど、この人はツイッターで一般市民に対してアホか相当な暇人やなって言ったりとかしてて、ちょっと怪しいというか大丈夫かなって感じの人だったので、ちょっと調べてみたんですよ。そしたらこの人はどうやら民間から公募で区長になった人らしいんですよね。で、応募した時に出した論文ってのがありまして、もう大阪のホームページからは消えちゃってるんですけど、その中で生活保護を受けてる人には地域のボランティア活動を義務付けるべきだと言ってるんですよ。ボランティアの意味って感じですけど、この他にもこの人は生活保護を受けてる人に対して不正受給が分かったら警察に告訴するぞとか、すでに区では警察 OB とチームを組んで調査してるとか、もう4人も逮捕してるんだぞみたいなことを書いた文章を配ってるんですよ。まず最初の疑問としては LGBT 以外は支援せんのかいってのがありますけど、さらに言えば生活保護を受けてる LGBT もいるけど感じですよね。どこが支援宣言だよっていうさ、LGBT のあなたたちのことを支援しますよって言った同じ口で貧困者の方を向いてお前ら逮捕するぞって言ってる人を信用できるかね。それってさ、 LGBT で貧乏な人なんてさ、支援されながら脅されてるみたいな状況よ。でもこういうのって最近すごく増えててさ、いろんな差別については反対せずに黙認してたり、なんなら賛同してるような右寄りの政治家たちがさ、 LGBT だけを特別に取り込もうとしてるのよ。パレードに参加したりさ、 LGBT 関連の勉強会やったりさ。でもその裏で国民に主権があるのはおかしいとかさ、民主主義そのものが間違ってるとかさ、生活保護って現物支給でよくないとかさ、健康保険の適用範囲を狭めようとかさ、日本の軍事力を強めていこうとかさ、ここの公園からはホームレス排除しますとかさ、そういうことも言ってるわけですよ。もうね、味方のふりした敵が多すぎるんよ。全然構わなくない、 LGBT のことだけやってくれればって人もいるだろうとは思うし、そういう人は他にあんまり困ってることがないってことだろうからよかったねと思うけど、でもそれって一部だからさ、大抵の人は一つか二つは何かしらのマイノリティじゃん。レズビアンで女だったらさ、それだけで二つよ。在日コリアンでゲイだったらそれも二つよ。そう考えると世の中全体の8割くらいは何かしらのマイノリティじゃねって思うのね。全項目においてマジョリティの人って、マジョリティ多数派って名前のくせに実は少ないんじゃねえかと。僕はさ、たまたま親族にいわゆるハーフとかダブルとか言われるダブルルーツの人がいたりさ、大人になってから日本に来た外国籍の家族がいたりさ、元彼が在日コリアンだったり、母親の元彼がドイツ人だったり、親の世代まで超絶貧困な家庭だったとかさ、あと今も昼間の仕事でいろんな外国人労働者と一緒に働いてるのね。だからそういういろんなことを見てきたし、今も実際に身近だからさ、困るわけよ。 LGBT を支援しますって言ってるやつが生活保護を厳しくしますとか言ってると、頭で考えてもそりゃ生活保護を厳しくするのには反対だけど、別に私の場合さ、考えなくてももう当然のこととして生活のリアルな実感として生活保護を受けづらい社会になったらマジで困る人がたくさんいるっていうのを知ってるわけさ。だからね、マジで味方のふりした敵には敏感にならざるを得ないわけです。あと最近はさ、 LGBT のうち T だけを外してレズビアン、ゲイ、バイセクシャルはいいけどトランスジェンダーはダメみたいな人がすごくいっぱい出てきてるんですよ。もうね、外すなよと。そりゃ常に一緒のカテゴリーに入れて考えるのがベストではないよ。例えばトランスジェンダーの人にとって重要なさ、ホルモン治療の健康保険適用とか、そういうのは LGBT ってカテゴリーで、なんていうの、例えば愛の形は人それぞれなんて言ってる場合じゃなくて、トランスジェンダーの問題として政治家に働きかけてる人たちってのがいるわけでさ、常に一緒がいいってわけじゃないけど、勝手に分断すんなよって思うじゃん。 LGBT とか LGBTQ とかって言葉をあえて使う理由には、誰も置き去りにしないっていう意気込みみたいなのもあるんだからさ、そんなわけでみんなも味方のふりした敵には気をつけていきましょう。誰かを差別するようなやつは状況が変わればすぐにあなたを差別するやつだからね。やなっちゃうね。以上です。みんな明日も生きようね。